パクンです。とても珍しい方を発見しています。キム・スンフンさんです。韓国人弁護士でした。で、韓国生活を辞めて日本に渡ってきました。日本で弁護士活動をやっていました。でもまた辞めました。今、東大の法科大学院で勉学されております。日本と韓国の弁護士の業界って何が違うのか聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ目の質問がですね、もともと韓国でどういう法律関係の仕事をしていたのか。まずは法務省で、主に検察局で刑事法に関する法律案の検討とか、国の代理人として訴訟やったりして、それ以来は法律事務所で不動産案件取り扱う弁護士としていろいろやって、日本に来ては主にグローバル企業さんの案件に対するアドバイスとか、韓国法についての顧問とかアドバイスとか。例を挙げて説明するとどんな感じですか？韓国で話題になる事件が起こると、それに合わせて、刑法とか特別法とかどうすべきか検討して、外国のいろんな国で同じような法律があると根拠になるので、制度的に似てる日本の法律を担当してリサーチしたりしたんですね。国会がある時は朝の6時半に退勤して、その日の9時までまた出勤したり、苦労も知ってたんですけれど、楽しい経験でした。じゃあ例えば韓国の家の値段が高すぎて、それに関してを作るってなったら、じゃあ日本ではどのようにお金を貸す制限を設けてるのか調べて、でそれを今後に韓国はこうするべきみたいな。主に刑事法の部署だったので、ストーキング処罰法とか、日本ではこういう犯罪とか、こういう行動を処罰しているなら、要件は何に決めているのか、罰は何年くらいにしているのか、報告書を作ったり。弁護士になってからは、全く異なるような仕事をしたと聞きました。主に不動産関係の賃貸借の問題が多くて、お金の問題とか、賃借したんだけれど、この建物に何かの問題があって、誰が責任があるのか、そういうところの問題が一番多かった。もうお金払えない、じゃあ出ていかないみたいなことをやってたんですね。で次は2つ目の質問。日本に来てからはどういう案件が多かったのか。日本に来てからは、韓国の大手の企業さんが日本でサービスをスタートするときに、日本の弁護士の先生たちと一緒に働いて、韓国の企業さんに、日本で事業をやるためにはこういうことが必要ですよというコミュニケーションとか、韓国の法律についてアドバイスしたり、主にやりました。じゃあ例えば日本の松屋が韓国で作るってなったら、どういう食品衛生法だったりとか、お金いくらみたいなその関係の法律を日本のお客様に説明したりとか。そうですね。法人を設立して直接に経営したり、韓国の会社と合併したり、公正取引委員会に申告したり、企業結合の申告の手続きとか、いろんな制限もあるので、案件ごとに合わせて韓国の法律のサービス提供したり多かったんですね。ありがとうございます。で、3番、ここから本番ですが、韓国人弁護士と日本人弁護士、違いってありましたか？法律事務所ごとに雰囲気とか全く違ったりして、一律的には言えない。個人的な感覚では、大手事務所基準に、韓国の方が残業が多いイメージがあります。日本の弁護士も韓国の弁護士も、毎日一生懸命週末まで働いているんですけれど、それは個人の違いじゃなくて、韓国の企業さんと日本の企業さん雰囲気違います。韓国はこまめにコミュニケーションをやるのが好きっていうか、この案件なんですけど、明日までできますかみたいな、取り急ぎの案件がよく来るのは韓国の方だから、予定外の残業が増えているんじゃないか。日本の依頼人とか企業さんは質問自体が多いんですよ。こういう案件でこう質問が来て、じゃあその代わりに時間をかけて、ちゃんとして回答くださいみたいな印象が多かったんです。じゃあ韓国は早くやり取りしてどんどん前に進めようって感じといえば、日本だったら一つ一つ着実にやりましょうみたいな感じ。個人の感想ですけど、そういう印象はありました。韓国って競争社会じゃないですか。弁護士事務所としてもその競争に勝たないといけないから、韓国の方がきつかったりするのかな。日本も韓国も競争強いと思って、みんな一生懸命働いてます。日本も韓国も国籍問わず、みんな朝から夜まで週末に連絡してもちゃんと回答来るし、お客様に最高の成果物を提供しようっていうのは、日本であれ韓国であれ、それは共通だと思います。ありがとうございます。面白いです。
4番目の質問はですね、韓国と日本における法律、似ていながらも違うかなと思ったんですけども、実際はどうですか？似てます。そもそも法律自体が、日本の法律をベースとして作られているから、特に民法とかほぼ同じと言っても過言ではない。刑法は違います。韓国の現行の刑法は、今の現行の日本の刑法じゃなくて、何年でしたっけ ?40 何年、48年かの刑法改正仮案っていうのがその当時あったんですね。それが元になって作られたのが今の韓国の刑法で、今日本の刑法は仮案が受け入れられなかったからそこで違いは生じているんですけれど、基本的にはほぼ同じですね。分岐があると思うんですね、違い。そういう違いはどういう方向に向かって？行政法の分野において異なることが多いですね。その時に社会的に問題になったことについて、社会がまず発展して法律がそこを追っていく感じで特別法が作られているから、行政法においては異なるところも多いと思います。これ気になる方いるかもですけれども、お給料事情ってどんな感じなんですか？昔は日本の方が給料高かったんです。平均的に。最近は韓国の方が高くなりました。物価とか家買わないといけないとか、そういった事情がありそうですね。そういう事情もあって、韓国は大手事務所に人材が集中されていて、地方とか行くと弁護士がいなくて問題になったことがあるんですね。だから大手事務所の給料は上がるけれど、一般小さい事務所の給料上がらないから、小さい事務所行かない人が多くて、だからそれが地方にとって問題になって、その影響で地方でも給料上がったりして、結局全体的に少し上がったと聞きました。ちなみに、知っている範囲でパートナー、一番偉い人、どれぐらいのイメージですか？年数十億円もういるっていう。もう、パートナーの中で幅が営業とかどれだけ事件を受任するかによって違うから、パートナーになっても給料をもらう弁護士より少ない人もいると聞きました、事務所によっては。で、最後にですね、日本でどういう弁護士になりたいのか。まずは企業案件をやりたいとは思います。特に M&A とかの分野において専門家になりたいとは思います。外国人なので海外の文化とか理解はあるとは思うので、いずれか自分の事務所を出していろんな仕事をやりたいなとは思います。そして企業もしてみたいと思います。今、韓国では弁護士資格を持っていて、日本でも東大法科大学に卒業したら、日本の弁護士資格が出るってことですね。司法試験受かったら。で、韓国と日本の両方の弁護士資格を持ってる人はどれぐらいいますか？今僕の知る限りは、2人いらっしゃいますね。もし両方とも合格したら3人目という、知る限りで。はい。日本と韓国の深い法律知識を持ってる人って、数えるぐらいしかないと思うと、貴重というか、キムさんしかできないような仕事はたくさんありそうですね。もちろん僕以外にもたくさん専門性を有している先生方はいらっしゃるとは思うんですけれど、韓国と日本、どちらの国においても訴訟とか法的アドバイスとか提供する資格があるのは、希少性はあるから、個人的にはそれがロマンがあるから、ロマンのせいで人生どうなるかわかんないんですけど、自分が楽しまないとどんな仕事やってもやりがい感じないじゃないですか。自分がお金をたくさん儲けても自分がやりたくない仕事だったら人生が幸せかなと思ったら、やはり自分がやりたいことで自分ができたいことの中で生きていきられることを仕事で選ぶのが、一番幸せになる、道ではないかと思って頑張っています。いや、もう本当の、日韓の架け橋というか、日本と韓国の困っている人、うまく調整入ってお手伝い、するっていうことを楽しみにしながら、今の話を聞きました。はい、というところで、とっての貴重な話を聞くことができました。ありがとうございました。2番目の動画はこれで以上なんですけれども、次の回ではですね、日本に住んでみて感じた、日本文化だったりとか、東大でどういうことを見てるのか、ということを聞いていきたいと思います。はい、以上パクンでした。アニョン。